皆さんこんにちは。西予古県の苔見沢です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画なんですけれども、苔テラリウムのカビ対策についてお話をしていきます。苔テラリウムはですね、どうしても育てていくとカビの発生というのはですね、出てしまいます。苔テラリウムの中、環境の中ですね、カビがとても生えやすい、カビが好むような環境でもありますので、どうしてもカビの発生というのはですね、避けて通れないものになります。で、ただしですね、このカビ対策、苔テラリウムのカビ対策を、覚えていただきますと、そんなに難しくなくカビ対策上手にですね、できますので、ぜひですね、このカビ対策、苔テラリウムのカビ対策というのを、覚えていただきまして、苔テラリウムを長く楽しんでいただければと思います。で、今日動画でお話しするのは3つのポイントにありまして、なぜカビが生えるのかということがまず1つ。そして、具体的なカビ対策の方法、そしてこのカビ対策に必需品の殺菌剤の使い方、この3つをこの動画でお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。今日は雨が降って雨の音がちょっとうるさいかもしれませんけれども、すみません。で、まず最初に見ていただきたいんですけれども、こちらの高野の万年草の苔テラリウム、着生石の苔テラリウムになるんですけれども、ここの部分ですね。この部分です。ここにですね、ちょっと緑っぽい状態のクモの巣みたいな状態になってますけれども、これがですね、カビです。今手元にある苔テラリウムでカビが生えているものがないか探したんですけれども、ちょうどこの高野の万年草の苔テラリウムにカビが見つかりました。高野の万年草に生えやすいカビはこういう濃い緑色のカビですね。これがカビが発生しやすいです。他にもですね、他の苔でいうと、玉苔とかヒノキ苔とかに生えやすいカビ、胞子にですね、カビがつきやすかったりしますけれども、こういったものがカビになります。今日はこういったカビが生えてきた時の対策というのはもちろんしていくんですけれども、カビが生えないようにするためのメンテナンス方法ですとか、そういったものも解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、早速本題に入っていきたいと思います。まずは、なぜカビが生えてしまうのか。なんでそもそもカビが発生するのか。カビというのはですね、栄養のあるものを、それを餌にして発生してしまうということがあります。で、カビの餌っていうのは何なのかというと、苔テラリウムで言うと、例えば、その苔についた有機物、土ですね。土、山の土とか。そういった土の中に含まれている栄養分を餌にしてカビが発生してしまうというのが一つありますね。あとは、その苔自体が枯れていったりとかする中で、苔が弱ったりしているところ、そういったところにカビが弱ったところにカビが取り付いて、それでそれを栄養にして、苔を栄養にしてカビが増えていくというところがあります。何せその有機物を餌にして発生してしまうということですね。苔テラリウムの環境のこの中ですね。この容器の中というのは、湿度も高くて、で、空気中の水分も多いと。で、常に湿っている状態ですよね。なので、やはりそういう環境はですね、カビも発生しやすいというですね、環境になるんですね。苔テラリウムの中が、そういったカビが生えやすい環境がそもそも作られているから、カビが生えやすいというのが一つあります。私はですね、苔を栽培して、で、お客様にこの苔をお届けするときには、必ずカビが生えないようにですね、殺菌剤などもかけて、カビ対策のバッチリ対策をしてお客様のもとにお届けしていますけれども、そういったカビ対策をした苔を使っても、どうしてもね、長い期間育てていると、1年後とかには、10個中1個か2個ぐらいの作品にカビは必ず発生します。どういうふうに対策をしてもですね、どうしてももうカビというのはですね、どんなに対策しても避けられないという部分があるのかなと思います。食品、例えば食パンとかでも、何日か家に置いとくとですね、カビが生えてきたりすることがあると思うんですけれども、カビの菌というのは、空気中
一般的な家庭内であったりとか、日常生活の中では、このカビの菌というのが常に漂ってるんですね。で、こういった容器、この完全に密閉してない状態だと、どうしてもそこからカビの菌というのが入ってしまったりとか、人の手とか体にもカビの菌がありますので、そのカビの元となる菌が中に入っていくというのは、もうこれは避けられないですよね。なので、なんでカビが生えてしまうのかというのは、そういった理由からなんですね。カビが生えやすい環境があるというのと、空気中に漂っているカビの菌というのがどうしてもあるので、それはもうカビが発生してしまいますというところになります。そういった一般的な要因と加えて、コケテラリウム特有のカビの発生ポイントが3つあります。で、1つはですね、先ほど言いました苔自体にそのカビの対策、殺菌の対策されてない苔を使った場合ですね、カビがとても生えやすいというのが1つあります。で、特に山から取ってきたものをそのまま使ったりとかするパターンに非常に多いですね。なぜかというと、苔の持って帰った時のこの苔についてる土とか、あとは落ち葉のくずとかですね、そういった自然の中の有機物が付着したものをコケテラリウムに使ってしまうと、それはもうカビの温床になってしまいますので、コケテラリウムのカビの発生ポイントとしては、その苔がちゃんと処理されていないというようなものだとカビが発生しやすいというのが一つあります。二つ目はですね、苔自体ですね。苔自体が自然からそのまま持ってきた苔を使ったりすると、苔にもいろいろ有機物が付着していたりするので、苔そのものもカビやすい状態のものを使ってしまって、カビが発生してしまうということもあると思います。それが二つ目ですね。続いて三つ目なんですけれども、コケテラリウムを製作しますよね。その際に手をですね、きっちり手洗いをしていない状態でコケテラリウムをやってしまうと、その手とか、例えば道具とかにカビの元となる菌がついたままの状態でやってしまうと、カビの発生しやすいという、そういった要因があります。ですので、コケテラリウムを製作する前は必ずきっちり手洗いをして、で清潔な手で作業するというのが大事になってくるかと思います。で、最後はですね、このベースソイル、苔に使うベースソイルですね、とか化粧砂、こういったものにもカビの菌とか有機物が付着していますので、一般的にコケテラリウム用品を販売しているようなところだとですね、化粧砂とかベースソイルというのは殺菌消毒処理、赤玉土でも赤玉をきっちり洗浄して、でみじんが出ないもの、この汚れとかが出にくいものを使用してベースソイルというのを作っていたりしますので、そういったカビの対策というのは結構されているものも多いんですけれども、何も処理されていないベースソイルとかをそのまま使っちゃったりすると、それが発生の温床になったりしますので、ベースソイルというのも気を使ってコケテラリウムを作っていただく必要があるかなと思います。ですので、コケテラリウムの中で発生しやすいポイントっていうのはですね、3つ。まず使用する苔から発生するカビ。続きまして、その人の手とかにそのカビの元がついていて、それをついたままで触ってしまうっていうのがまず2つ目。で、3つ目はベースソイルとか素材、石とかですね、そういったものに、付着している有機物が原因でカビが発生すると。この3つがありますので、そこをまず大前提として覚えておいてください。で、具体的な対策なんですけれども、カビの対策、具体的な対策というのをですね、お伝えしていきたいと思うんですけれども、まずはそういったカビの発生するポイントというのを徹底的に排除していくというのが考え方が一つあります。で、これはですね、もう何度も今言っているように、こういった苔の素材ですよね。苔であったり、化粧砂であったり、このベースソイルであったり、使う素材すべてを、使用前に殺菌しておくと。きれいに洗浄して殺菌処理をしておくっていうのを心がけていただくと、そもそもカビが生えにくいというような環境をまず作ることができます。で、それをやってても、たくさん数を作っていくと、どうしても避けられないカビというのが出てきてしまって、私の経験上であれば10個中2個ぐらいはですね、1年ぐらい育てているとカビが発生してしまう。それぐらいの割合で発生するかなという感覚なんですけれども、それだけ十分な対策をしても、カビが発生してしまうと。
続きましてのポイントが、カビが発生していなくても、発生しそうになる前のタイミングで予防しましょうということが2つ目の大切な対策になります。で、それはどういうタイミングかというとですね、今これ撮影しているのが3月の中旬終わり頃なんですけれども、冬が終わって徐々に暖かくなってくるタイミングです。こういうタイミングで、これからですね、春が終わって初夏にかけて実際カビというのは発生しやすいんですけれども、その前のタイミングでこういった殺菌剤を使って簡単に対策しておくというのがカビをまず発生させないポイントの対策としてはかなり重要になってきますので、発生してから対処するんじゃなくて、発生する前に予防しておくということが考え方が一つ大切な考え方になります。で、なぜこの3月の終わり頃ぐらいに、この殺菌処理をするといいのかというとですね、苔というのは気温が高くなってくると、暑くなればなるほど苔はカビが発生しやすくて、苔自体も生命力がちょっと弱くなってくるんですね。で、そういったタイミングでカビが発生してしまうと、そもそもその後、カビが発生していた後のダメージがかなり大きくなりますので、そうなる前に、事前にカビが発生しそうな時期の前に殺菌剤を振っておくというのがかなり効果的です。これをやることでほぼ全てのカビは大体発生を抑えられます。殺菌剤の作り方は動画の最後にお伝えしていきますので、これはまた後でご説明させてください。ということで、この3月の気温が暖かくなってきて、最近もう春だなーっていう感じるような、そういったタイミングで、お手持ちの苔テラリウムですね、に、こういったベンレートをかけておくと。こう、シュッシュッシュッってやっておくだけで、かなり、効果高いです。ですね。はい。で、あとは、夏場とかはですね、苔が熱くなるタイミングになるので、気温が上がってしまうと、この殺菌剤とかのですね、薬害が出やすくなってしまうんですね。暑い時期に薬剤とか栄養剤とかですね、そういったものを与えると、害が出てしまうリスクも高まるんですね。暑い時期というのは。ですので、この涼しい時期にあらかじめ対策しておくと、苔もダメージが少ないですし、で、予防効果も高くて、カビが取り付きにくい環境を中で作れますので、そういったことが言えるかと思います。で、最後、具体的な対策、3つ目なんですけれども、今、冒頭にこの小屋の万年草のこちらの活着石ですね、見ていただいたんですけれども、実際ここにカビが生えてます。で、カビが生えていたら、実際もう取り除くしかないんですね。カビが生えている苔をそのまま置いておくと、その株全体がですね、ダメージがどんどん広がっていって、全体がダメになっていきます。で、カビが取り付いた株というのはかなり生命力弱くなってますので、そもそも成長が止まったりするんですね。で、そういったタイミングで、このカビをですね、取り除くというのが大事になってきます。で、どうするかというとですね、この目に見える範囲で、カビが取り付いている株とかを取り除くという、こういう感じですね。というのが大事になってきます。はい、ちょっと寄ってみてですね、実際にカビを取り除いていきましょう。ここの部分にカビがついています。小屋の万年草の場合はですね、実際カビが生えているこの上の方の株はもう取り除けたんですけれども、この周りの方も怪しいところがあれば、もうハサミでカットしておくといいと思います。よいしょ。こういうふうにですね。カビにやられた周りの株とかも合わせて取り除いておくといいかなと思います。カビが生えていた株そのものも割とざっくりとその枝ごとバチッと切ってですね、取っておくというのがいいかなと思います。それでですね、一応今取り除きました。カビが発生していたところですね。ここら辺のカビが発生していたんですけれども、取り除いた後に改めて、これはベンレートの溶剤なんですけれども、この全体的にですね、シュッシュッシュッと引っ掛けてあげると。はい、この状態でバッチリです。今ですね、実際にですね、カビが生えていた株を
取り除きました。カビはですね、高野の万年草であれば、すごい濃い緑色のカビが発生することがよくありますし、他の苔であればですね、白っぽいカビが出てきたりとかすることがあります。で、今実際にですね、カビが生えていたのが、高野の万年草のみだったんですけれども、こういった卵苔とかですね、今手元にはないんですけれども、ヒノキゴケの、株とかも、割とカビが発生しやすかったりするんですけれども、で、卵苔とかヒノキゴケの場合はですね、柵がですね、茶色くなってくると、そこの茶色くなったところからカビがですね、発生しやすくなるような状況が結構あるので、そういった場合は柵をですね、取り除くというようにしてください。で、あとですね、他の苔でカビが発生している箇所があれば、同じようにですね、そのカビが発生しているポイントは除去して捨ててください。あとはですね、取り除いた後は、ベンレート、消毒液ですね、をかけて様子を見ていきましょう。今ですね、実際にこの消毒液、私はこれ使ってるんですけれども、この消毒液のおすすめの消毒液と作り方をこれからご説明してみたいと思います。水1リットルに対して 0.5g のベンレートの、薬剤を入れると2000倍の溶液、消毒液になりますので、作っていきます。それでですね、こちら殺菌剤、ベンレート殺菌剤。私はちょっと大きめのものを使うんですけれども、小分けのものは 0.5g のちょうど袋に入ってますので、1リットルの水を用意していただいて、その 0.5g の袋、1袋をここに溶かせば、それで、2000倍の溶液が作れますので簡単です。私はですね、栽培をしている関係で結構よく使うので、この大きい袋のものをですね、使っておりますけれども、はい。ではですね、実際に溶液を作っていきましょう。で、こちらですね、殺菌剤なんですけれども、一応使うときはですね、必ず手袋をして使っていきましょう。直接触ったりとかするとですね、やはり人体にも影響がありますので、手袋を必ずつけてください。直接粉を触るときは、マスクもつけておくといいと思います。で、直接肌に触れないようにね、こういう長袖の服をつけておくとさらに安全です。それでですね、私はですね、このベンレートを測るときに、この農業用の計量スプーンがあるんですけども、これ1g が取れるんですね。なので、1g の半分で 0.5g になるので、そのようにいつも考えてやっています。で、倍率を間違えてしまったり濃くしてしまうと、苔はかなり繊細なので、薬害が出やすいですので、きっちり計量するようにしてください。これで 0.5g 取れましたので、水に溶かしていきます。溶かします。よいしょ。はい、入れました。それでですね、こう、かき混ぜます。よく攪拌してください。そうするとですね、このように白濁した溶液が出来上がります。で、これを実際にこういう小分けにしてですね、スプレーに入れて、スプレーボトルに入れて使っていきます。よいしょ。はい。じゃあですね、ちょっとやっていきましょう。はい、入れました。こちらはですね、ベンレートの溶剤を作りましたスプレーボトルになりますけれども、はい。で、これがですね、だいたい 250ml ぐらいのスプレーボトルです。で、この余ったベンレート、私はですね、栽培で使うので、これは使い切ることができるんですけど、この量ですね。ただご家庭でコケテラリウムにちょこちょこっと使う分ではですね、だいぶこの容器余ってしまいます。余った溶液は、このぐらいの量であればですね、もうトイレにそのまま流していただいて廃棄してください。で、川に流したりとかすると危険なので、必ず下水に流してください。で、あとはですね、お風呂が入った後の残り湯に、そのままこれを流して、で、かなり薄めて下水に流すっていう方法もあるんですけれども、基本的にこの量であれば、個人的にはですね、トイレに流して廃棄するというので問題ないかと思います。それではですね、こちら、2000倍の溶液を作りました。で、先ほど見ていただいたように、ここにですね、シュッシュとかけて、そんなに、量はいらないかと思いますけれども、表面しっとりするぐらいですね、
シュッシュッとかけてください。で、スプレーしたらですね、その霧がですね、発生して、その霧が舞ったりするので、このベンレートのですね、この霧、水蒸気を吸わないように気をつけてください。であとはですね、一回揚げてしまえば、このようにですね、普通のお水を使って、水やりを普段していただくだけで大丈夫かと思います。あとはこのベンレートをするときにですね、一つ注意していただきたいのは、このカラカラに乾いた状態の苔に直接ベンレートをかけないということで、最初にですね、水を与えておいて、その後にベンレートするというのでもいいかと思います。で、結構2000倍でもですね、苔にとっては、結構濃い倍率になるかなと思います。なので、薬害が出やすいコウヤナマンネングサとかですね、そういったものは、私はベンレートした後に必ず、普通の水で霧吹きをかけて仕上げて、ちょっと薄めてコケテラリウムでは使うようにしています。あと同じようにですね、こういった他のコケテラリウムも卵気なんかですね、シュッシュッとかけておきます。ね。こんな感じで使ってください。あとは、コケテラリウムを作った後ですね。で、仕上げに水をかけるんですけれども、その時に一吹き、ベンレートをかけておくと、かなり安心かなと思います。ベンレートのこの消毒液なんですけれども、これがですね、長期保存っていうのは基本的にできないものになっています。で、私はですね、この小分けして使うボトルは、この真っ黒のですね、遮光ボトルっていうのがあるんですけども、この光を遮るボトルの容器に入れてます。これで大体、私の感覚的な目安なんですけれども、1ヶ月半ぐらいはこれで使っても大丈夫かなという感じで、1ヶ月半ぐらいはこれで保管するようにしてですね、遮光ボトルで使うように、小分けで使う分にはこれでやってます。基本的には、やはり使い切りなので、こういった通常のボトルとかであればですね、それはもう保管はできないものと考えていただいて、効果が薄れてしまいますので、使い終わりましたら先ほど余った溶液と同じようにですね、トイレに流して、で処理をしていただければと思います。それではですね、カビ対策ということで、今回ベンレートを使ったカビの対策、具体的な方法ですとか、カビが何で発生するかとかですね、発生させにくくするようなコケテラリウムのポイントを解説しました。以前にですね、コケテラリウムでよくある6つのトラブルとその対処法ということで、カビのお話なんかもその動画にさせていただいてたんですけれども、今回はですね、このカビ対策に特化したカビ対策だけの動画というのをですね、ご紹介したいなと思いまして撮影しました。で、カビ対策のポイントとしては、やはりそのカビが発生する前に予防的に対策をしていく。でしかもカビが発生するシーズンの前ですね、3月中ぐらいにしっかり対策をして、そもそもカビが発生しないようなコケテラリウムのメンテナンスというのをやっていっていただければということで、ベンレートの消毒液の作り方と使い方をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。で、今日の動画は以上になりますので、今回のカビ対策をしっかり、学んでいただいてマスターしてですね、コケテラリウム何年も上手に育てて楽しんでみてください。それでは以上になります。今日の動画もしよろしければですね、参考になったなという方がいらっしゃればぜひグッドボタンよろしくお願いします。で、ご登録、まだチャンネル登録していただいていない方いらっしゃればですね、本当に、ちょっと厚かましいお願いなんですけれども、ぜひご登録、チャンネル登録していただけますとですね、非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、西洋苔園コケテラリウムの、楽しみ方の動画以上になります。次回の動画もですね、楽しみにしていただければと思います。またよろしくお願いいたします。次の動画でお会いいたしましょう。それでは、さようなら。ありがとうございました。またよろしくお願いします。それでは、さようなら。ありがとうございます。